どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は毎年恒例の今年買ってよかったものを紹介します。今年もねたくさん買ってよかったものがあるので、今回はね3回に分けてお届けする予定ですが、今回はその第2弾ということで、買ってよかったガジェットや周辺機器、あと家電も合わせて紹介していこうと思います。では早速いってみましょう。今年買ってよかったもの、まず1つ目はこちら iPhone 17 Pro です。最近は毎年 iPhone はね新機種に買い替えているので、正直今更大きな驚きとかはないんですけども、 iPhone 17 Pro にしたことで良かったことはね結構ありまして、まずこの前まで僕はね iPhone 16 Pro Max を使っていて、でその前も15 Pro Max だったので、久しぶりに Pro Max から Pro に変えたわけなんですけど、やっぱりねしばらく使ってみるとプロの方がね使いやすかったなと思いました。Pro Max の大画面は魅力的だったんですけど、17 Pro でもそんなに画面サイズが狭くなった感じもないし、何よりやっぱりね軽くて片手操作もしやすいので、手とかね指への負担も少ないのがいいなと思ってます。あとカメラ性能でいうと17 Pro は光学8倍相当のズーム機能がついているので、結構ね寄れるんですよね。これが良くて、例えばドッグランにこたつを連れてった時とかも、遠くで走り回るこたつも手ぶれすることなく寄って撮ることができたりするので、このあたりね嬉しいですね。例えばお子さんがいらっしゃる方なんかは、運動会とかイベントとか遠くからお子さんを撮影する時とかあると思うんですけど、そんな時にめちゃくちゃ役立つと思います。あとバッテリーのパフォーマンスも結構良くて、ビデオ再生時間でいうと17 Pro も16 Pro Max もどっちもね33時間と同等なのと、あと Qi2 対応でワイヤレス充電速度も結構速いので、外出中に使い続けてもバッテリーで困ることはねまずなかったです。そんな感じで毎日あらゆるシーンで使い続けてる iPhone 17 Pro、 これはねなんだかんだやっぱり買ってよかったものの一つですね。続いての買ってよかったものはこちら、マテックのマグオンウルトラブレード5000です。このめちゃくちゃ薄くて軽いマグセーフ対応のモバイルバッテリーです。 iPhone のマグセーフにこのように取り付けて充電することができるモバイルバッテリーなんですけど、バッグの中に入れておくモバイルバッテリーはなるべく薄くて軽いものがいいんですけど、こちらのマテックのモバイルバッテリーがかなり理想的なので、こちら買って試してみたんですが、めちゃくちゃ良かったです。ご覧の通りかなり薄くて、厚さはね 7.55mm という薄さで、他社からもね薄型のモバイルバッテリーは出てますけど、多分ねこのマテック製のが一番薄いんじゃないかなと思います。で重さも 122g というね軽さなので、携帯するにはねぴったりな軽さです。でこのコンパクトさで 5000mAh あるので、今使っているこちらの iPhone 17 Pro でも1回はねフル充電することができます。で17 Pro はねバッテリーの持ちもいいので、一日中外で使っていても、バッテリーが切れるなんてことはね今のところないんですけども、もしバッテリーが切れてしまった時の保険という意味で、これはね一つ持っておくとかなり安心できると思いました。さらにこちらは Qi2 のマグセーフ対応なので、このように iPhone 17 Pro の背面にマグセーフでくっつけておいても 15W の出力でワイヤレス充電できて、 4,50 分ぐらいかけて iPhone 17 Pro だったら 50% ぐらいはね充電することができます。そんな感じで持ち運ぶのにはかなり嬉しい心強いモバイルバッテリーです。これもねほんと買ってよかったです。で続いての買ってよかったものはこちら、アンカーの 2-in-1 USB-C ケーブルです。片側が USB-C 一つ、もう片側がこのように USB-C が二股に分かれているケーブルです。つまりこれ1本で2台のデバイスを同時充電することができます。出力は最大 140W ありますので、結構急速充電ができるということで、旅行とかね普段使いにめちゃくちゃ役立ちました。春にタイと台湾に旅行に行きましたけど、ガジェットポーチの中とかねなるべく持ち物を減らしたいので、ケーブルもね何本持っていくと意外とねこれかさばるんで、このように USB-C ケーブルが1本持っていくだけで済むというのはねありがたかったです。で現地でね Vlog とかもいろいろ撮ったんですけど、日中はねずっと外に出ているので、ホテルにいる時間って意外と少なくて、そんな限られた時間でも iPhone 17 Pro と DJI Osmo Pocket 3とか2台のデバイスを同時に急速充電できたので、こちらねかなり助かりました。でこれねケーブルも高耐久ナイロン素材っていうのを使っていて、かなりしっかりしているので、ほんとね旅行に持っていくのはぴったりですね。そういった耐久性の面でも安心感があります。これも買ってよかったです。あとこちらも旅行先で役立ったものなんですが、買ってよかったもの、続いてはこちら、この DJI Osmo Pocket につけているこちらのアダプターですね。磁気アダプターです。でこのように Osmo Pocket 3の下にねかませるようにして取り付けて使うんですが、この背面が強力なマグネットになっているので、鉄柱とか鉄製の壁とか看板とかであれば三脚を使わなくてもこれをペ
ピタッとくっつけて撮影することができます。でこのように角度調整も結構な広範囲でできますので、俯瞰撮影とかもできるし、あと後ろにはねちゃんと三脚穴もここにとか、あとここにも三脚穴がついているので、三脚に取り付けてマウントして使うこともできるので、Osmo Pocket 3を固定して撮影したい時にはね、いろんなシーンでめちゃくちゃ役立ちました。ほんとこれもね、台湾旅行、タイ旅行で大活躍しました。これもね、買ってよかったですね。続いての買ってよかったものは2つ合わせて紹介していきます。こちらです。キャンディハウスのセサミ5 Pro とキャンディハウスのセサミフェイスプロです。スマートロックと認証パッドのセットですね。このフェイスプロと5 Pro のおかげで鍵を開けるときに顔認証で開けられるので、こたつをね抱えたままドアを開けるシーンとか多いんですけど、そんなね両手が塞がっている状態でも鍵をポケットから取り出すことなく扉を開けられるようになりました。これはねほんと良すぎたので、購入時に単体レビューもしているのと、つい先日もねマンションの鍵を忘れてもオートロックを解除できる方法っていうのをね動画で紹介していますが、こちらでも取り上げていますけど、本当ねうちで毎日大活躍してくれているスマートロックと認証パッドのセットです。まず扉の内側のロックの部分に取り付けるセサミ5 Pro ですが、前使っていたねスイッチボットよりもコンパクトでセッティングもね結構簡単でしたし、付属の両面テープで貼るんですが、このねテープもかなり強力でしっかりねサムターンにフィットしてくれます。こういうテープって一度貼って剥がすと粘着力がね急激に落ちてしまったりするんですけど、僕もね一回貼ってちょっと位置がずれたなと思って貼る位置を変えたくて一回テープを剥がしてしまったりしたんですけど、もう一度そのまま貼り直してもねかなりしっかりくっついていて、今のところね全く外れたりもしないので、こういったね安心感もあります。スイッチボットのスマートロック使っていた時は本体がねちょっと大きいからがたまにね落っこちちゃったりしてたんですよね。スマートロック落っこっちゃうともちろん鍵開けることができないので結構困るシーンとかあったんですけども、その時はね鍵を持っていたのでちゃんと開けられたんですが、そういった心配もね今のところこちらのセサミ5 Pro はねなさそうです。とてもしっかりしています。あと認証パッドの方のセサミフェイスプロは顔認証、指紋認証、パスコード、付属のカード、さらには Apple Watch のモバイルスイカなんかでも解錠することができる多機能スマートロック認証デバイスです。こちらも今まではスイッチボットの指紋認証パッドを使っていましたが、認証から解錠までちょっとねタイムラグがあるというか、スピードとかねスムーズさがねちょっと欠ける部分も正直あったんですけど、このセサミの方はねかなりそのあたりスピーディーに解錠もできるような気がしていますし、あとね結構コンパクトなので玄関扉に取り付けた時もあまりごつく見えないのでね、そのあたりも嬉しいです。この組み合わせ本当に買ってよかったです。しかも他社のこういったスマートロックデバイスに比べるとかなりリーズナブルに抑えられてますので、コスパの面でも最高だと思います。スマートロックの導入購入を検討されている方、こちらねめちゃくちゃおすすめです。今日紹介するアイテムは全て概要欄にリンクも貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。で続いての買ってよかったものはこちらです。アクアのドラム式洗濯乾燥機 DM10R です。これはね今年買ってよかったものの中でナンバーワンと言ってもいいんじゃないかなと思ってます。初めてドラム式洗濯乾燥機を買うので結構ね長いことを悩んで、インスタとかでもフォロワーの皆さんにおすすめ機種どれですかって聞いたりしていろいろ候補を絞り込んでみたんですけど、家電量販店の訪問見積もりをお願いしてどの機種が置けるかっていうのを見てもらったら、この部屋の洗濯機置き場がクローゼットタイプになって結構ね狭い限られたスペースなので、ドラム式洗濯乾燥機を置こうとしたら今だとこのねアクアの DM10R 一択だったんですよね。なので選択肢がない中でこちらを購入したんですが、もうね大満足です。容量は10リットルなので一人暮らしであれば全く問題ないですし、洗剤とか柔軟剤の投入タンクもあるので、洗濯物を入れてボタン一つの簡単操作でしっかり洗濯から乾燥までしてくれるのでめちゃくちゃ助かってます。しばらく使ってますけど仕上がりも今のところね問題ないですし、お手入れもフィルターについたホコリの掃除ぐらいでとても簡単なので、洗うたびにお手入れちゃんとしておけば乾燥機能の低下なんていうのもないですし、今のところはね長期間安心して使えそうな感じがしています。価格も14万円台で購入できたのでめちゃくちゃいい買い物をしたなと思いました。本当にねこれは買ってよかったです。今年ナンバーワンですね。で続いての買ってよかったものはこちら、レニデスのコードレス高圧洗浄機です。
高圧洗浄機というとねケルヒャーが有名なんですけど、ケルヒャーね結構高いので、性能的には大して変わらなそうなこちらを購入してみましたが、これがね大正解でした。ほんと買ってよかったです。こちらも今年の春にこの部屋に引っ越してきて、ここはねルーフバルコニーがあるんですけど、屋根がね雨ざらしなので入居した時はねルーフバルコニー結構汚れていたんですけど、この高圧洗浄機で掃除したらもうバルコニーめちゃくちゃ綺麗になりました。ノズルの先からすごい勢いでシャワーが出るので、こうタイルの目に入り込んだ土汚れとか苔とかもねかき出すように洗い飛ばしてくれます。通常のガーデンシャワーとかだとどうにもならない汚れもこれでね一掃できたので、しつこい汚れも綺麗になってバルコニーがねピカピカになりました。こちらバケツから給水するタイプで、あとバッテリーもね15分ぐらいしか持たないので、この広さのねバルコニーを1回で掃除するのは正直無理だったんですけども、その点を除けば性能的にはね申し分ないと思います。家の外壁とか車を洗いたい方にもねおすすめだと思います。コスパも高いと思うんでね、気になる方はぜひ使ってみてください。はい、そういったわけで今日は今年買ってよかったものの中からガジェットや家電を紹介してみました。次の動画で今年買ってよかった生活雑貨とかインテリアなんかを紹介していきますので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。